2022年、ついにパウンド・フォー・パウンド1位に輝いた日本の至宝、井上尚弥。今回はそんな井上選手を舐めていた、侮辱していた選手の末路を紹介します。最初に紹介するのはアドリアン・エルナンデスです。当時32戦29勝 18KO 2敗1分け。井上選手の初世界挑戦の相手です。エルナンデス陣営のトレーナージェフ・フェネックは、井上はいいセンスを持っているけれど世界レベルの試合をしていない、ちょっと早いかな、後半でレフェリーストップになるんじゃないかと KO を予告。エルナンデスは計量直後の撮影時、お前も食べるかと井上選手に食べかけのバナナを渡します。井上選手にとって大事な初世界挑戦ですが、予期せぬ事態が起きてしまいました。試合の3週間前、インフルエンザにかかってしまったのです。このせいで1週間減量のための練習ができず、2週間で10キロもの体重を落とす過酷な減量を強いられます。試合が始まると序盤から井上選手が圧倒してみせます。エルナンデスのパンチを見切り、ボディストレートでよろめかせると会場がどよめきます。世界王者相手に強烈なパンチを打ち込んでいく井上選手。試合を見ていた人は、強いとは思っていたがここまで強いのか、井上尚弥の強さは本物だと思ったでしょう。今でこそ世界王者をあっという間に倒すのが当たり前の井上選手ですが、当時のファンには衝撃的な光景でした。2ラウンド目も一方的に攻める井上選手。このまま KO するのも時間の問題だと思われました。しかし迎えた3ラウンド、思わぬアクシデントが起きてしまいます。ラウンド中盤、井上選手の左足が痙攣し始めたのです。試合前の無理な減量は少しずつ井上選手の体を蝕んでいました。痙攣の影響を見せずに強いパンチを打ち込んでいく井上選手ですが、4ラウンドからエルナンデスが前に出てきます。そして5ラウンド、ついに井上選手の左足がつり始めます。動きが鈍くなり、これまでステップワークでかわしていたパンチをガードで受けるようになる井上選手。エルナンデスはここぞとばかりに打ち込んできます。5ラウンドが終了し、井上選手はこのままでは足が持たないと思ったそうです。そして6ラウンドで倒しに行くことを決意したのです。6ラウンド、被弾しながらも強打を打ち込んでいく井上選手。珍しくインファイトで打ち合いに挑みます。怪物は打ち合いでも強さを発揮します。そして次第にパンチを効かせていき、狙っていたという右の打ち下ろしをヒット。エルナンデスがキャンバスに沈みます。ゆっくりと立ち上がるエルナンデスですが、すでにその目に戦闘意志はありませんでした。カウントを数えるレフェリーに背を向けるエルナンデス。それを見たレフェリーは試合終了を告げました。試合後、井上選手は、あそこまで打ち合ったのは初めて。強い相手で苦しかったけど本当に楽しかった。ボクシングは素晴らしいですねと語り、見事日本人最速の世界チャンピオンとなったのでした。続いてはオマール・ナルバイスを紹介します。相手のオマール・ナルバイスはフライ級世界王座を16連続防衛、スーパーフライ級王座を11連続防衛中のレジェンド級チャンピオンです。強固なガードを持った選手で、プロアマを通じて150戦20年以上の経験がありながら、一度もダウン経験がなく43勝1敗2分け。唯一の黒星はあのドニアからの判定負けのみで、フライ級スーパーフライ級では14年間無敗でした。そして試合前から駆け引きは始まっていました。グローブチェックの際、ナルバイス陣営は用意された王者カラーの赤のグローブを取り囲んで10分近くにわたって協議。そして赤グローブを拒否して井上選手と同じ黒グローブを要求します。試合前ナルバイスは、気にしていない、気にするのは自分の体調だけだ、12ラウンド全てポイントを上回って勝つ、井上が6戦目で獲得したタイトルはライトフライ級だ、私は11戦目でフライ級を獲得した、大差判定で勝ちたいという井上選手を、それは難しいと笑います。しかし試合は井上選手自身の予想も大きく上回る展開となります。試合は早々に大きく動きます。1ラウンド25秒、井上選手が右のオーバーハンドをナルバイスのおでこに叩きつけ、さらにガードの上から叩き込みダウンを奪います。試合開始30秒も経っていない時点でダウン経験のない王者がダウンしたのです。ゲストの香川照之さんは、ナルバイスが倒されるなんてないですよと言い、その興奮した様子がいかにこの光景が信じられないことかを表していました。
初めに効かせたパンチが当たった場所はおでこで、顎やテンプルといった急所ではありません。そしてダウンを奪ったパンチはガードの上からでした。このあまりのパワーにナルバイス、観客はもちろん井上選手自身も驚いていました。この時のパンチでそのパワーゆえに右拳を痛めたのです。立ち上がるナルバイスに井上選手が冷静に詰め、ボディに打ち分けた後、左フックをテンプルにかすらせ再びダウンを奪います。ラウンドはまだ残り1分半ですが、そこは百戦錬磨のナルバイス、井上選手の猛攻を何とかしのいでみせます。1ラウンド終了のゴングが鳴ると、観客から興奮の拍手が沸き起こります。2ラウンド、少しずつ反撃するナルバイスですが、すぐに井上選手の倍返しが待っている状況を打開できません。そしてラウンド中盤、前に出てきたナルバイスを待っていたのは井上選手得意の下がりながらの左フックのカウンターでした。井上選手のジャブに合わせてきたナルバイスの右をバックステップと少しのスウェーでかわし、ドンピシャでテンプルを打ち抜きます。この試合以外でも井上選手がよく使うカウンターですが、このギリギリの距離感があるからこそなせる技です。よろりとキャンバスに膝をついたナルバイス、すぐに立ち上がります。この試合3度目のダウンですが、この打たれ強さはさすがは元ダウン経験なしの王者です。ここで仕留めたい井上選手ですが、ナルバイスは1ラウンド同様、がっちり顔面のガードを固めます。しかし右拳を痛めている井上選手は強く打ち込めません。そこで井上選手が選んだのはボディ攻めでした。ダブルジャブからの右ボディフック、左右の顔面へのフックから左ボディフック、ダブルジャブから左ボディフック、そして最後は右アッパーから左ボディフックです。この右アッパーからの左ボディフックは井上選手が最も得意とするボディのコンビネーションで、多くの試合をこのボディで決めてきました。立て続けに強烈なボディを食らったナルバイスは少し間を置いてキャンバスに座り込みます。苦悶の表情を浮かべるナルバイスは立ち上がれず、井上選手の KO 勝利となりました。当時世界最速の2階級制覇、しかもレジェンド相手に2ラウンド KO、最後のフィニッシュブローをスローで見てみると、ナルバイスの右脇腹、レバーのある位置に井上選手の左手が強烈にめり込んでいるのが分かります。ナルバイスはこのダウンについて、気力ではなく体が限界だったと語っています。レジェンドを初 KO するのにふさわしいパンチでした。試合後ナルバイス陣営は井上選手のあまりのパワーに、井上はグローブに何か仕込んでいないかとチェックを要請します。それほどナルバイスがあんなに簡単に倒されるなど信じられなかったのでしょう。しかし井上陣営はすぐにグローブを取り、何も仕込んでいないことを見せると、素晴らしいチャンピオンだと納得しました。全盛期のドネアを相手にしてもパンチを効かされたことはないと語っていたナルバイスですが、井上選手のパンチについては、1ラウンド目からパンチ力に驚いた、本当に強かった、もっと上の階級のパンチ力だったし、パンチが速すぎて見えなかったと語っています。続いて紹介するのはアントニオ・ニエベスです。ニエベスはランキング7位で17勝 9KO、1敗2分け。もともとバンタム級の選手で、プロボクサーでありながら銀行マンとしても働いている選手です。この試合はカリフォルニアで行われ、井上選手初のアメリカでの試合となりました。ニエベスは試合前、彼はまだ本物であるかテストされていない、試合はほとんど日本で行われていた、過大評価されているか俺がテストしてやると語り、ニエベス陣営は井上は速いしパンチがあるのは認めるけど、対戦相手はやる気がないように見える、デビッド・カルモノなんかは勝つ気がないじゃないか、井上は日本でしか試合をしていない、他の場所で同じように試合ができるとは限らない、井上は怖がっているだろうね、彼はとても小さい、108パウンドしかないんだと言います。試合が始まると井上選手の重い右にニエベスはすぐに交代します。井上選手を小さいと言っていたニエベスもそのパワーに驚いたことでしょう。ニエベスの攻撃はすぐに倍返しされます。2ラウンドになると流れはより一方的になっていきます。ラウンド終了間際にはダウン寸前まで追い詰めますが、
井上選手が終了10秒前の標識をゴングと間違えるミスもあり仕留めきれず、以降ガードを固めるニエベスに強烈なパンチを打ち込んでいく井上選手。時々反撃に出るニエベスですが、井上選手にとってニエベスのパンチを見切るのは簡単な仕事でした。そして5ラウンド、井上選手の強烈なレバーブローが突き刺さり、ニエベスついにダウン。なんとか立ち上がり必死に逃げ切ります。6ラウンド、ニエベスの腰が引けておりダメージは明らかです。消極的なニエベスに井上選手も打ってこいとアピールします。そして6ラウンド終了時、ニエベス陣営は試合を諦めレフェリーにギブアップを宣告。あれほど自信満々だったニエベス陣営の心ごとノックアウトしたのでした。続いて紹介するのはジェイミー・マクドネルです。マクドネルは試合前、井上のファーストネームすらどう発音するかも知らない。俺の方がタフで強い、イージーな相手だ。分かっているのは俺が奴を倒すということ。俺を簡単に倒せると思っているだろうが、タフな試合になる。井上に勝つことで名前が世界に轟くだろう。全てにおいて私が勝っていると語ります。そして試合前日の計量では1時間以上の遅刻をし、滞在しているホテルで体重をリミットまで落としてから来たかった。日本人と違って我々の民族は時間にきっちりしていないと謝る素振りもなかったそうです。これには井上選手もふざけているなと思います。謝る態度一つなくて王者陣営の態度にイラッとしました。明日はそれをぶつけようと思います。1時間オーバーはないですよと怒りをあらわにし、フェイストゥーフェイスでは眼光鋭く睨みつけ、珍しく熱くなっている様子でした。この時マクドネルは減量に失敗しており、その顔は別人のように痩せこけていました。そして当日はなんと12キロ増量でリングに上がったのです。使用グローブは井上陣営が用意した日本製を拒否し、持参した金色の米グラント社製を使用します。試合が始まると慎重にジャブを放っていくマクドネルですが、いきなり井上選手が剛腕を振り回します。普段は1ラウンドは慎重に様子を見る井上選手ですが、これだけで熱くなっている様子が分かります。そして井上選手が左のオーバーハンド気味のフックを上から叩きつけ、マクドネルをぐらつかせた後ダウンを奪います。自分よりも 10cm も身長の低い相手に上から叩きつけるようなフックで効かされたマクドネルはさぞかし驚いたことでしょう。試合開始まだ1分半も経っていない時点でのこの光景に観客は大興奮。立ち上がるマクドネルですが、そこに待っていたのは井上選手の怒涛のラッシュでした。ハリケーンに飲み込まれた長身のイギリス人はキャンバスに崩れ落ちます。すぐに TK を宣告したレフェリーでしたが、割って入るタイミングを伺いながら慌てて止める様子がこのラッシュの勢いを物語っていました。16戦目での3階級制覇は日本で最速記録になります。いつも冷静で隙を見せない井上選手ですが、この時はノーガードで強打を振り回し続けたのです。自分よりも体格の大きい選手をガードの上からなぎ倒すなど、とても軽量級の試合とは思えません。米メディアは井上選手を小さなゴロフキンとミドル級のハードパンチャーに例えていました。試合後マクドネルは、井上は本当に強かった、井上はグレート、パンチもあって素晴らしいファイターだ、地球上で一番強いバンタム級の選手と戦えた、コンディションについては最高の状態に作り上げることができたと良好だったことを語りましたが、その半年後に人々は俺を笑うが今でも勝てたと信じている、減量に負けた、体重をちゃんと作れたら俺は彼を倒していたとも語っています。そして試合後、井上選手の強打よりも強烈な苦痛を味わうことになります。試合中、自宅には空き巣が入っていたことが判明。1ヶ月後に離婚。立て続けにベルト、財産、家族を失ったマクドネルはうつ病になりボクシングができず、工事現場で生活を賄います。そして復活を目指して約1年後に復帰し勝利しますが、その約2年後に引退しています。続いてはファン・カルロス・パヤノを紹介します。この試合は WBSS バンタム級トーナメント1回戦になります。試合前、井上選手有利という声に、気にしてはいない、専門家たちが間違っていると証明し続けるだけだ、12ラウンドを戦うよ、井上のパンチが強いからって倒れることはない、俺を倒すには俺を殺すしかないだろうね、もし彼がそんなに力強いというのであれば
俺は他の4選手にも負けることになるであろう。彼が強いパンチを打てるのは知っている。それによって俺が倒れると思うのであれば間違っているね。これは118ポンドだ。バンタム級のエリートのレベルなんだ。110% 勝つ自信があると語り、トレーナーは井上はパヤノに勝てない、パヤノが KO すると語っています。一方、パヤノの公開練習を見た大橋会長は、体幹が強そうですね、早いラウンドで終わるような気がするな、井上が KO で勝つでしょうと余裕を見せていました。そしてその予感は見事に的中します。試合が始まると、サウスポースタイルのパヤノに対して探るようにグローブをちょんちょんと合わせて様子を見る井上選手。時折ボディを放つパヤノ。お互いグローブを合わせながら時計回りに円を描くようにリングをサークリングしていきます。緊張の時間が続きますが、70秒過ぎたあたり、井上選手がグローブを合わせるタイミングをずらした瞬間、高速のワンツーがパヤノにヒット。右にステップしたパヤノを追尾するように体をひねっての渾身の右ストレート。怪物の一戦がパヤノの顎を貫くと、パヤノは後ろ向きに大の字にキャンバスに倒れ込みます。立ち上がろうとするも体が言うことを聞かないパヤノ。わずか70秒での KO となりました。軽量級のボクサーが実質たった一発で相手を失神させたのです。左フックを警戒するパヤノをジャブで外側を意識させたといいます。そしてリズムをずらしたところで内側からジャブを入れ視界を遮った上で深く内側に踏み込んで右ストレート。そしてこの負けはパヤノの8年のプロキャリアで初めての KO 負けとなりました。パヤノは試合後、見ての通り油断していたわけではないがパンチが入ってしまったし全く見えてなかったと語っています。続いてはエマニュエル・ロドリゲスを紹介します。この試合は WBSS バンタム級トーナメント2回戦になります。対戦相手のロドリゲスは1回戦でランキング1位のジェイソン・マロリンを判定で下している選手で、アマチュアでは171勝11敗、プロでは19戦全勝 12KO とパーフェクトレコードを誇り、ダウン経験すらない実力者です。試合はスコットランドのグラスゴーで行われましたが、実は試合前から戦いの火花は散っていました。ロドリゲス選手の練習風景を動画撮影していた父シンゴトレーナーにロドリゲス陣営が不満をあらわにし、シンゴトレーナーを突き飛ばしたのです。シンゴトレーナーはこの時のことをずっと睨んでいるので、次なんかやってきたらやってやろうとメガネをタクマに渡したんですと語っており、尊敬する父に手を出された井上選手はこの時腹立たしい、絶対にぶっ倒してやろうと思ったそうです。ロドリゲス陣営は、井上陣営は我々のトレーニングを見ながら撮影していた。だから自分の役割をしたまでだ。ロドリゲスが会場に到着するや否や、彼らは脅すような態度で見てきたんだ。我々は遊びに来ているわけではない。我々を尊敬させるために来たんだ。これは戦争だ。最終的に我々に軍配が上がるだろう。人々は目撃するだろう。モンスターは井上ではなくロドリゲスということを。井上陣営は我々を倒すと考えている。しかしロドリゲスは無敗であり続けるだろう。信じない奴は見ておけと語っています。ロドリゲスは試合前、井上を倒して多くの人を黙らせるとコメント。フェイスオフではロドリゲスのトレーナーが下から覗き込むように井上選手の睨みつけ、個人ではなくチーム同士のバチバチの様子を呈してきます。試合が始まると井上選手の一発目のジャブにロドリゲスが右のカウンターを合わせに行きます。この一発に井上選手はこいつただものじゃないと目を見開いて集中力を高めたそうです。プレッシャーをかけてくるロドリゲス。事実上の決勝戦という大文句にたがわぬヒリヒリとした緊張感の攻防が続きます。少し力みのあった井上選手は長いラウンドになると感じたそうです。しかし同時に1ラウンド目の感触で負けはしないなという気持ちの余裕があった。左フックなり右ストレートなり当たれば倒れるという感触はあったとも語っています。2ラウンドインターバル中には決勝戦を控えているドニアが映し出され、会場が盛り上がります。2ラウンドが始まると井上選手は修正をします。プレスの強いロドリゲスに対して重心を落として抑えるためです。そして徐々にギアを上げてきた井上選手が打ち合いを始めると、モンスターの一撃がロドリゲスの顎を捉えます。井上選手が1ラウンドで感じていた当たれば倒れる左フックです。
ロドリゲスの左アッパーに対するカウンターですが、1ラウンドを見返すと同じパターンの左フックを何度も放っており、その予感は正しかったことが分かります。井上選手はこの時、試合前のロドリゲス陣営とのいざこざからダウンを奪った時、相手のセコンドに向けてちょっとアピールしてやろうとも思ったけれど、そこはボクシングはスポーツなのでやめたと言います。そして立ち上がるロドリゲスに間髪入れず、今度はボディにダブルをねじ込みます。顔面の次はボディであっさり倒されてしまったロドリゲス。キャンバスに膝をつき、もう無理と言わんばかりにセコンドに首を振ります。なんとか立ち上がりますが、すぐに井上選手のラッシュに進みます。かろうじて立ち上がったロドリゲスですが、その表情にレフェリーは試合を止めました。2ラウンド1分19秒 TKO。 イギリスの解説陣は、軽量級のマイク・タイソンがなんて素晴らしいファイターなんだと驚きと絶賛の声を上げていました。試合後、負けを認め、あっさりと井上陣営に握手を求めに行くロドリゲス陣営と、シンゴトレーナーとハグをするロドリゲス。そしてシンゴトレーナーを突き飛ばし、井上選手を睨みつけていたクルストレーナーは、試合後しばらくして偶然井上陣営の近くを通りかかると、グッドファイトとシンゴトレーナーに握手を求めたそうです。試合が終われば両者にあったわだかまりは消えていました。こういったストーリーもボクシングのいいところですね。ロドリゲスは試合後、言い訳の余地はない、これまでにないトレーニングを積んできたのだから準備は最高だったと、元王者らしく潔く負けを認めました。この試合で井上選手はリング誌のパウンド・フォー・パウンド4位に上昇。日本人初のリング誌の表紙を飾りました。